左右タッチをですねこうやってご覧に入れますので、キューピーさんまたね登場いただいて、左右タッチってね説明はしなくていいかしらねとにかくよく聞くの。かなり重篤な患者さんでもねよく聞く。それからお金かからない、絶対安全、なんか悪いことが起きるということはない。しかも慣れたら自分にすることができると、こういうことですね。ただこれは慣れないといけないんですけど、例えば私なんかがですね街歩いててちょっと具合悪いところっていうかね、手足がうまく動かなかったら今それやってるんですよ。右手左手右手左手左手右手右手左手左手右手右手左手左手右手でね、足がシュンシュンシュンと軽くなって動く。何言ってるかというと、私の治療っていうか健康法っていうのはね調律してるんですよ。ですから私でさえ何か具合悪いところ、精神的に具合悪いところ、あるいは物理的に寒かったり暑かったり、あるいはどっかに何かぶつけた時にね簡単に治すことができるんですね。そして申し上げたと思うんですけども、あるですねものすごく面白い治療法を私アメリカから持ってきて、で皆さんにもうね二十何年もうお教えしてた、1日コースでお教えしててね、これまたよく聞くんですよね。それをこう二十何年やってきたんだけれども、最終的にこれかなというところを落ち着いたんですね。それぞれのやり方がそれぞれの効果を出せますんでね、一言で言えない。しかもワンちゃんや猫ちゃんもできちゃうと、こういうことですよ。はい、右手と左手用意するのなんで、江戸川慶子のこれ電気治療っていうのをですねとっても簡単にしてるんですね。電気治療ってまたややこしいんですね一人の人しか、あっさり言うと一人の人しか一つの器具が使えない。正確に言うとタッチする部分だけは変えれば大丈夫なんですけどね。それから電気治療っていうのはお酒を飲む人ダメなんです。24時間以内に酒飲んだらダメなんですね。それから皆さん具合悪い時は、あるいはお年を召しますといろんな薬飲んでますよね。それ飲んでるとダメなんですね。ところがこれはお酒飲もうと何しようと全然同じ効果がある。同じ効果がある。特に精神的な障害のある方には同じ効果があるんですね。やってみましょう。はい、右手と左手用意します。で患者さんの役の人のこの手の内側、ここを触るんですね。それから患者さん役の人のここを触る。でこのところですね、こっちじゃなくてこっち、手もこっちです。こっちじゃなくてこっちでこんな具合なんですね。一つのリズムのためにこう歌みたいにしてます。で同方向に行くとき、右側に行くときと、それから交差するって言ってるんですけどね、交差する方法があります。どちらからどうやっても複雑に交差しても一切何の関係もありません。交差から行きますとこんな感じですね。右手左手、そのちょっと離すんです。右手左手ね、今度は左手右手、これで1セットになりますね。右手左手左手右手で、これで1セットになって、今度は同方向でいきますとね、右手左手左手右手、右手左手左手右手、これなんですよ。これ何秒もかかんないっていうかね、30秒かかんないんじゃないですか。しかも歩きながらできる、寝ながらできる。それから実際は例えば自分の左手つけられないけどつけたことにしちゃえばいいんですね。だから私がやるときもそうですけど、右手左手左手右手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 
私がやるときそうですかでけどもって申し上げたでしょ。私が今ね、ワンセットずつ全部お話ししましたし、最後もちょっと早かったけどやりましたね。これ皆さん自分の肩具合悪いの目的をはっきりさせると肩具合良くなるんだよ。私はもうやったから、宇宙はね、時間と空間が実はない、肉体を持ってるとあるという体験してるだけなんですね。ですから、皆さんがなんかこう手が上がんなかったとしたらね、私の今のビデオ見ていて、右手左手左手右手ってこうやって言ってて、福田先生がやったなって言ったら上がるんですよ、手が。やってみて。これが面白い。私がタッチというね、健康法ですよ。申し上げてるんですけどね、私に言わせるとこんなに効くものがないかな。特にね、この本のタッチっていうのがとってもよく効いてくれる。精神的な障害のある方にものすごくよく効くんですね。どなたでも効くんですよ。ただあんまり簡単なんでね、皆さんなかなかこうやってくれないんだけど、やったらわかりますよ。それでこの日々の健康法っていうのが私の本の中では一番効くのでね、それからもう実績がある。ですからこれをこう皆さんにお勧めしてるわけです。そしてこの本ね、いろんなやり方があるんですけども、単にタッチをしてもいい。単にタッチっていうのは単にタッチしてもいい。で、人間っていうのはね、この鼻椎の先端、ここですよね。この鼻椎の先端、こことこのね、額のところ、前頭骨と言いますね。ここにものすごいエネルギーが上下してるんですね。この上下してるっていうのが、こっち行ったりあっち行ったりしてるというか、エネルギーがすごいスピードでこういってるという感じなんですね。で、そのエネルギーの、通り道が具合悪くなると、いろんな病気になる。逆に言うと、病気になると、意識、命の通り道が塞がれるとこんな感じになるんですね。で、これ何秒でもないタッチすればいいというんでね、今もこうやってご覧に入れてましたけれども、どっちからどうやっても構わない。ここの鼻椎の先端、尾てい骨の先端に当てて、これ当ててればいい。5秒も経たないうちに体がきれいに整うんですね。ただ今、5、6秒かかっちゃったかもしれません。5秒かかんない。1、2、3、4、5、6。これでもう OK ですかね。で、一つしかなければ、一つ別々にやっても構わないの。1、2、3、4、5。はいはい、今度はこっち行きますよ。1、2、3、4、5。で、余計なことを考えない。自分の体の具合が悪かったら、例えば、どうもね、胃腸が具合悪いという時にね、余計なことを考えない。消化器と言えばいい。それでこうしてやってればいい。胃だけだとしたら、胃と言えばいい。こう。で、喉だとしたら、はい、喉と言ってこう当てればいい。ということですね。こんな簡単な健康法ないと思う。自分もできるよ。自分も同じようにできて、私なんか、あんまり、まあね、言葉悪いんだけど、バカバカしい。あんまり聞きすぎて、バカバカしい。ちょっとこうやってみますとね、私なかなか肩凝らない男だから、後ろ見ますけどね、ダメ。今日はね、悪いとこ何にもない。どうしましょうかね。ないね。まあ、肩が凝ったらね、こうやってやれば取れますよと、こういうことですね。だからもう2つ行くんですけど、このウィッチヘーゼル。これね、我が家では欠かすことができないオールマイティの、お肌につけるものですね。で、なぜオールマイティかというと、ネイティブアメリカン、昔ね、アメリカンインディアンって言ったんですけど、要するに何千年もの間、この
植物を使ってですね、自分のたちの健康法を維持してきた。いいですか？ネイティブアメリカンだけじゃなくて、人類の記憶の中にこの成分がもう効くんだということがもうはっきり記録されている。ですからね、これお肌を健康にするものなんですね。でもいろんな使い方ができて、我が家ではこれを欠かすわけにいかない。先ほど申し上げたようにね、ここエネルギーのこことここですよね。ですからこれこうしていただいて、目的さえはっきりさせれば家族中の人たちどなたでもいい、複数いてもいい、簡単に取れますね。今私ビツの先端につけたんだけれども、実際はね、ビツの先端触ってないですよね。ここもそうですね。帽子かぶってて帽子の上からやったって構わないんですね。この2つのやり方が一番簡単でしょうかね。で、あとね、別に簡単じゃないと言ってんじゃなくて、これお風呂から出たらこうやって全部体中につけちゃったらどうっていうんですね。何かあった時にもうすぐつけちゃったらいい。なんかちょっとした傷したとかね、やけどしたとか、はい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 、これつけちゃったらいいと、こういうことですね。スムーズな話をしますね。これ何度も申し上げてるんですけども、100年前にケイシーのね、奥さんが肺がんに治った時にこれ吸って治ったというぐらいなもんですね。よく聞く。これ医学的に考えても呼吸器系をね、活性化する素晴らしいものですね。松葉のエッセンスとユーカリのエッセンスが無水のエタノールの中に入れてあるだけなんですよ。はい。これ吸う時このようにオールマイティですから、風邪ひいた後でもいいし、風邪をひく前でもいいし、朝でもいいし、夜でもいいし、ただ、こんな具合に吸いますね。これ、無水のエタノールが入ってるから、直接、鼻腔に当てると、吸っちゃったらね、粘膜が興奮してひどい目に遭う。ですから、このように持つんですね。このように。で、片方の鼻を押さえて、片方の鼻を自分の指の丸くしたところに当てる、ぴったり当ててね、強くっていうか十分に吸うということですね。で、皆さんがよくやるのはこうして吸うんです。そうするとほら、心で肺も喉もね、全部こう狭くなってくるでしょ。ですから狭くならないようにこのようにします。テーブルに肘を置いてもいいですね。ごく普通には自分の膝より先に肘を置くぐらいの感じでこう吸うととてもよく吸える。片方の鼻を押さえて片方の鼻にぴったり当てて静かに吸うんです。どんな感じかな。いい匂いします。これどんな感じかな。吸ったらはーっと口から吐いても両鼻から吐いても同時に吐いても構わない。ただ私はプロなので例えばもうね、私は10年片方の鼻からね呼吸したことありませんっていう人がいるんですよ。結構いるんですね。一種の病気なんですけどね、塞がってるんですよ。そういった時はこう吸える方の鼻から吸ってね、今度はそっち側を押さえて吸えない方の呼吸できない方の鼻からふーんと吐けばいい。そうするとね、あっさり言って2、3遍やったらすぐ通るんです。そしてびっくりしますよ。あれ久しぶりに例えばどっちから右の鼻からね呼吸できたって言ってね、そのくらい効きます。ですから私自分でやる時もそう、吸ったら吸った方の鼻を押さえて吸ってない方の鼻からふーんと吐くことにしてるんです。皆さんやらなくていいですよ。口から吐いても鼻から吐いても両鼻から吐いても片方の鼻から吐いても一向に結構ですね。私の肩見てね、肩で吸うのでふーん
で、3回吸ったら反対が同じことやります。まあ今わざわざ声出してんだけど、声出さなくていいんですよ。こんな感じですね。それで今申し上げたようにねこれまた白鳥の話するんですね。白鳥が日本で越冬しましてね、で春になったらシベリアへ帰るわけですよね。でその時にね、この白鳥の話もどんどん先行きましょうね。面白い話いっぱいあるんだけど、飛び上がる時にね、こうトン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 ってこうで羽ばたきながらこうしてゆさっとこう空中に乗ってこう飛んでいくわけだけどね、私ね、白鳥ととても仲良かったんでこの話したからね飛ばそうと思ったけれども、皆さんに言う時にはね、肩甲骨をこうやって動かして飛ぶんだってこういう説明をしてたんですけどね、ふと気がついたら、私ちょっとその辺知らないんだけど、鳥に肩甲骨あるのかなわからないんでね、これもうすぐ白鳥に聞いたら白鳥が言った。あなた方ね、どこをね、の筋肉使って、どこを意識して飛ぶのって言ったら胸って言ったね。これは本当にね、ドキッとした。本当にそうですね。鳥っていうのはこう胸で何でもやってる。こんなちっちゃな鳥でもこうピーチクパーチクピーチクパーチクって言ってここです一生懸命さえずりますよね。ですからね、こう吸う時もそうですね。そこでこう動かす。で皆さんこうもう一遍私がそういうのを見ててね、ここ使ってんですよ。こうそこでこうではない。必ずこうしてこのようにこうしながら吸うとこういうことですね。はい。3回片方の鼻で3回吸って片方で3回吸って、それを1回と数えて日に10回以上吸います。肺がんに治らないだけじゃなくて風邪ひかないとこういうことですね。